なんでなんで黒服なのなんで今日黒服なのなんで今日黒服なのせーの。どうもどうも。どうもどうもおめしですえ、何何今日はみんなに大切なお知らせがあります。大切なお知らせがあるの聞いてないですけど。怖いですけど。何こんな感じでツイートされたらどう思いや、気になりますね、それは。う？内容が気になるよね。気になりすぎて8時間ぐらいしか眠れませんね。それでね、なんで気になるのかわかりますか？引退するかもだからですか？そう、大切なお知らせって出た時に、嬉しいお知らせなのか、悲しいお知らせなのか、どっちなんだよっていうね、それが気になるんですよ。あ、確かにそうですね。ファンに心配かけんなよっていうね。なので今日は大切なお知らせが悲しい発表になる確率を計測していきたいんですよ。あ、なるほどですね。大切なお知らせが出た後に、そのニュースが嬉しいお知らせだったか、悲しいお知らせだったかっていうのを記録するんだけど、なるほど。調査対象は、大切なお知らせだけじゃなくて、重大発表と大事なお知らせの2つも入れて合計3つで調査します。3つ。重大発表はなんかいいニュースが多い気がしますね。確かにね、わかる。じゃあ、大切なお知らせと大事なお知らせはどっちが勝つと思う？勝つって何？で、調査方法なんですけど、2019年7月1日から2020年6月30日までの1年間を調査。そして100回以上リツイートされているツイート、そして VTuber のツイート限定にします。あ、なるほどね。この3つの条件でツイッターを検索していって情報をまとめます。ツイート検索はね、こんな感じで期間をずらしてね、集計していく形になります。なるほどね。データ集めについてはツイッターのプロのリオちゃんにお任せします。リオちゃん、あとはよろしく。じゃあおめしの動画データ集めてきましたか？集めてきました、めちゃくちゃ大変だったんだぞ。なんかさ、見たことない生放送見に行ったりとか、何の発表かさ見なきゃいけなかったの。もう超大変、マジで。血と汗と涙の努力よ。偉い。まずね、こちらが検索用のデータです。こちらの検索ワードを入れてツイッターでリオちゃんに検索してきてもらいました。全部知ってすご。そしてね、こちらを見やすくしたのがこちらです。わー、こちらの表ですね。すげえじゃん。今回のね、条件に引っかかった大事なお知らせが53件、重大発表が181件、そして大切なお知らせが50件。いや、まあまあの数ですかね、検証内容としてはね。まあ待って、これ大変だったんだよ、これ。で、こちらをね、グラフ化するとこんな感じでした。わー、どうですか？グラフすごい。すごいね。なんか重大発表がすげえ。そう、重大発表がね、やっぱこの11月12月のこの年末にかけてっていうところとか、あとね、2020年6月もすごい多いよね。あのさ、年末はさ、フォローのライブさんのね、ライブとかがあったんですね。みんなが一気にツイートしたりしてたわ。それでね、爆上がりしたね。そうかもしれないね。で、年末年始のとかのこういう上がってるとこの前の月とかはさ、すごい落ちてるよね。そうなんですね。全然ないって感じで。びっくりですね。極端だ、これはすごい。そうなの。なるほどね、わかりやすいですね。で、大事なお知らせと大切なお知らせはなんかそんなに多いところがあるっていう感じではなくて、なんかまだらですね、こちらは。一定みたいなね感じ。一定ではないけど、そうですね。それではね、悲しいニュースと嬉しいニュースの判定のページを見ていきましょう。行きましょう。一体どんな
発表だったのが見てポチじゃん。そうそう、私懐かしいな。こちらですね、すべてジャンルに分けていて、その結果がポジティブなものだったのか、ネガティブなものだったのかっていうのをこちらで選択しております。そうそう、全部やったな。頑張ったな。ちなみにね、こちらネガティブっていうのは、まあ引退とかだったり、そうなんかやめますみたいなそうやつだったりして、ポジティブは 3D 化とか、収益化通りましたみたいなやつとかをポジティブにしてます。そうです。ではこちらね、ジャンル別で見ていきましょう。分けてみてください。まずは、いきます。大事なお知らせ。大事なお知らせ。オッケー。まずは大事なお知らせからそうとして見てみましょう。いていていて。一体どれくらいあったのか。おなんか結構まだらだね。ほらね。悲しい率を調べたいのでネガティブの数を数えていきましょう。1,2,3,4,5,6,17,18,19,20,21,22,23。大事なお知らせのネガティブの数は23です。多いね。それではこちら23個が一体何%なのか見ていきましょう。表を作りましたので、こちらに入力していきたいと思います。それではこちらに入力していきたいと思います。大事なお知らせの悲しい数は23ですね。それでは果たしてこれが何%なのかいきます。どうなっちゃうの。せーの、ポイ 43.40%。 なんか多い。悲しくないお知らせの方が 50% 以上なんで、半分以下ですよ、悲しい率は。でもさ、もうちょっとで半分じゃん。では続いて大切なお知らせの数を見ていきましょう。では大切なお知らせのネガティブの数ですね。 OK、 そうとします。見てくれ。ショートってなんだよ。ショートってなんだよ。はい、じゃあ数えて。結構なんかネガティブが多いんじゃないんですか。なんか赤くてネガティブが多いね。やば。ではいきます。1,2,3,4 21。大切なお知らせのネガティブの数は21件。21。それではパーセンテージを見ていきましょう。見ていこうぜ。いきますよ。いやもう50件中の21件。確かに。いきます。せーの、ポチ。あれ42%。なんかね、そうでもなかったね。結構大事なお知らせと近いね。近いね。大事なお知らせより大事なお知らせの方が悲しい率が少ないんですね。確かに。そうなんだ。それでは最後に重大発表の一番数が多いですからね、この総数が。そうこちらのねネガティブの数を調べていきます。いいと言いましょう。どうにってね。おめしすの動画では、いきます。いいよ。重大発表にして、いきますよ。はい。OK。あれ赤がない。ポジティブだ。見て、ちゃんと下まで。あれないマジでないじゃん。全部ポジティブなんですけど。赤がない。いや、1個ぐらいはさすがにあるでしょ。そうなると思うじゃん。さすがにあるでしょ。ないね。ない。全部ポジティブじゃん。本当あんたちゃんとちゃんとやった。マジ？すごい。重大発表全部ポジティブでした。やば。じゃあさ、ゼロってさ、結果のとこにさ、はい、書いて入れて。ゼロ。ポチ。そりゃそうだよね。マジ？そうなの？そうなんだよ。そうなの？重大発表って悲しいのないの。そうなんだ。そう。ということで、大事なお知らせ、大切なお知らせ、重大発表の悲しい結果、悲しい率はこちらでした。なんかウケる。なるほどね。そうこんな感じ。全体的に見てはネガティブ率 50% 超えてるのはないけど、でもやっぱ大事なお知らせと大切なお知らせっていうのがね、ちょっと多い感じですよね。そうなんだよ。どうでした？調べてて。本当に思わせぶりが多いんですね。みんな。もうね、重大発表って言うじゃん。全然重大じゃないやつとか、大事なとか、大切とか。その人にとっては重大なんですね。全然マジ食ったらなーって思ったわ。思っちゃった。何でも重大発表言っときゃいいみたいな。そう。やめろそういうのは。やめとけ。もう。ということでね、重大発表で悲しいニュースっていうのが全然なかったので、逆に言うとね、
穴場ですね。穴場？みんなもね、推しのね VTuber とかが大事なお知らせとか大切なお知らせとかツイートした時にね、心配になっちゃうかもしれないけど、まあ 50% 以上はね、悲しくないお知らせなので、適当なお知らせや。やめてそれは。ぜひね、この集計をね、気にしてみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。チャンネル登録と Twitter フォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またねー。バイバーイ。